被害者らしき発言はない方がいいと思います。私は今の知事は自分がああいう文書をもらって被害者になったような、そのように受け止めてしまいました。百条委員会での斉藤知事の発言には、自身を被害者として描く場面が見られました。特に、告発者の文書を誹謗中傷性の高いと評し、停職処分を正当化する一方で、自分がその批判の矢面に立たされていることを、悔しく、辛いと述べることで、批判をかわそうとする姿勢が見受けられました。このような態度は、委員会の議論を混乱させ、真相解明への疑念を呼ぶ結果となっています。それでは、ただいまの質疑、引き継ぎながらというか、続けてさせていただきます。私の方からは背景と、あるいは状況というものを、説明をさせていただきながら、一つ一つの事例について伺いたいと思いますが、まず、令和5年の4月の11日の定例会見の項目レクの際に、AI による出会い支援事業について、相談を、知事が受けた際にですね、こんな話は全く聞いていない。なんでこんなことを私が判断しなければならないんだというふうに、強く叱責されたとあります。しかし、この事業については、令和5年度の予算記者会見の資料であったり、知事の講演資料にも、掲載されており、また、担当課からは事業内容については、知事は当然知っているものとしてその場に臨んだ。けれども、先ほど言いましたように、知事は全く聞いていない。なので私が判断するんだということだったというふうに聞いております。ただその時にですね、この事業の開始の時期については、知事に説明ができていなかったので、その説明のために、男女少年課長も同席をして、説明をしようとしましたけれども、今、ここで、この場で説明を聞けというのか、担当である猪本部長を呼んで、猪本に説明させろと、改めてというか、さらに強い口調での叱責があったということでありますけれども、これは事実でしょうか。はい、委員長、ちょっとその前に、今の長岡委員の質問に対して、ちょっと補足を一言だけ。長岡委員の質問に対して、はい、どうぞ。すみません、一言。表現としては、やや行き過ぎた面があったということを申し上げましたけれども、私の思いとして一言だけ言わせていただきたいのが、やはり文章というものは、冒頭の先生が、何かの人事異動でもって亡くなったこととかですね、いろいろやはり事実でないことがたくさん含まれてたということです。で、私は最初に文章を見たときに、大変ショックで、なんでこういった文章を作るんだろうっていう、本当に苦しい思いがありました。それで調べたところ、元県民局長が作られたということが分かりまして、私もおそらく片山副知事以下もですね、もともと私も彼とは、宮城県にいた時ぐらいから知ってた中でよく飲んだりもしてたんですけど、どうして同じ仲間で一緒に仕事してた人がこういう文章を書いてまいたんだろうっていう、本当に悔しい辛い思いがありまして、その悲しい辛い思いからですね、やはりああいった表現ということを3月27日にさせていただいたということは、一つ補足させていただきたいというふうに思っています。その上で、黒川委員のご質問にお答えします。AI を使った出会い事業というものは、もともと出会いサポート事業というものを兵庫県やってまして、それが予算の行革をやらせていただきました。それでスクラップをして事業見直しをして、そしてビルドのところがすごく新しいものを何をやっていくかっていうのがすごい大事だったところに、そういった AI を使って新しい出会いのマッチングの仕組みを作っていくっていうことが新年度の肝煎りの施策だったということですね。それが詳細な事業の内容の報告がですね、私に来たのが確かその定例会見の項目レクの時にこういうものが発表したいですというふうに突然来たので、これはやっぱり肝入りの事業でもあるから、きちっとどういった AI を使ったマッチング出会いサポート事業をやるのかということを、やはり担当部長から私の肝入りでもあるので、しっかり説明を受けて、そして私の記者会見ですから、そこで発表したいという趣旨で、もう一度レクをし直してほしいということを申し上げたというふうに記憶しています。先ほども申しましたように、担当者はすでに知事には説明、あるいは資料等がいってるはずだという前提で臨んでおられます。
そこで今の知事の、お話で伺うと、全く何もなかったんだと、突然その項目レクの時だったということでありますけれども、そこはまさしく知事がおっしゃる、当局担当者とのコミュニケーションというんでしょうか、常日頃のやり取りが不足していたことの表れではないかなというふうに思っておりますが、そこはしっかりと改めていただきたい。結果として職員は説明に上がったのに説明ができずに、その場を離れていっているということは事実でありますので、よろしくお願いしたいと思います。また合わせて先ほどちょっと前県民局長の文書について触れられましたけれども、私文書いただいている議員の一人です。私もびっくりしました。こういうことがあるのかなと。しかし、今回ここではあえてその後の話はしませんけれども、もらったものもこんなことがあるのかという、そういうびっくりありましたけれども、知事が長年の、長い付き合いの中の方からショックを受けたというのは、それはあったかもしれません。被害者らしき発言はない方がいいと思います。私は今の知事は自分がああいう文書をもらって被害者になったような、そのように受け止めてしまいました。私だけかもしれませんけど、そういう発言はない方がいいと私は思います。次の質問をさせていただきます。同じく令和5年の5月11日、福祉部が介護ロボットの導入の生産性の向上支援センターの開設について説明をしたところ、これも同じなんです。こんな話は聞いていないと叱責し、福祉部から今年令和5年度予算の記者資料に入っていますと説明をしましたけれども、そんなこと、どこに書いてあるのか見ていない。資料に掲載しているからといって、知事が知っていると思うなと鋭い叱責をされ、結局は説明ができず、先ほど申しましたように、これは開所式、これから開所支援のためでありましたけれども、その時の支援ができずに、結果として、この支援センターの開所自体が遅れていった。説明されたのが5月ぐらいで、その後のこういう機会が10月ぐらいまで伸びたということでありますから、大幅に開所が遅れたということでありますけれども、このような職員とのやり取り、聞いていない、知らない、聞かないということが、結果として県政を滞らせていることになろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、私も、完璧な人間ではないというところです。なので、一回聞いたことをすべて覚えているかというと、そこはそこまでやっぱり全能ではないと思います。なので、私としてはできるだけ覚えようというふうにしますけど、やはり大量の資料の中に入っている資料であったりとか内容とかっていうのは、やはり失念することもやっぱり正直あります。ですので、そこはやはり聞いてない、認識しないということを、聞いてないというふうに言ってしまうということはあると思います。そこは私としてはこれから注意はしなきゃいけないと思いますけども、やっぱり担当部局としては、一回説明したり、資料を渡したというふうに思うかもしれないですけど、私もすべての授業を完璧に覚えているわけではないので、時にはやはり聞いてないよ、これはとかですね。で、実際聞いてないということもありますから、そこはいろいろありますけど、職員の皆さんとのコミュニケーションは、これからしっかりやっていくということは大事だと思います。知事に完璧な人間を求めているから責めているのではありません。このような時代がたくさん出てきているということ、知事が忘れている、完璧な人間でないということで、聞いたこと、受けた説明を忘れていることもあるでしょう。しかし、その時の態度として、もう一度説明をお願いしますと言わずに、そんなんしないやないかと。資料に書いてるから知ってると思うな、なんという発言は真っ当ですか？言い方が厳しかったり、強くなったことは、もし職員の皆さんに不快な思いをさせたということは反省したいと思いますし、もしそういった方がおられれば謝りたいと思いますね。ちょっと変わりますか。さて、百条委員会での知事の答弁でいろいろ見えてきたわね。知事が被害者ぶってるように見えたのが気になったのだ。本当に問題の核心に向き合っているのか不安なのだ。そうね。問題の本質から目をそらしているようにも感じるわ。これからの調査でどうなるか注目ね。みんなも意見があればコメントで教えてほしいのだ。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価ボタンを押してね。それと、まだチャンネル登録していない人はぜひ登録して、次の動画も楽しみに。コメントもお待ちしているのだ。みんなの意見をどんどん聞かせてほしいのだ。次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント
お待ちしております。ナレーションはボイスボックス青山流星がお送りしました。